あと日本の、大きく実践されている宗教として神道っていうのがありますけども、神道もこれがですね、なんか行く神社ごとになんかよくわかんないですね。神道よくわかんない。なんか本当にたくさんの神が祀られていてっていうこととか、なんかでなんかよくわからないっていうのがあったりしましたね。それで私はたまたま高校が、キリスト教のクリスチャンの学校に行ったんですけれども、で週に1回聖書の授業っていうのを受けてたんですね。で週に1回も受けてるんだけれども、これがまたよくねわからないんですよね。それでも興味がありましたのでちゃんと授業を受けてはいたんですけれども、高校3年生の時にもう3年間近くも授業を受けているんですけれども、ある生徒が手を挙げて先生とか言うんですね。質問。とか言って驚きの声と。じゃあイエスは神様じゃないんですかって聞くわけです。で、先生はそれの質問にびっくりして、イエスは神様じゃありません。そしたらもう、クラス中が、みたいな。イエスは神様じゃないんですか？イエスは神様じゃないんですか？わーって、クラス中が湧いたんですね。で、何が言いたいかっていうと、それぐらいにイエスが神様だと思い込んでいる生徒と、いや、なんかよくわかんないけどと思っている生徒と、要するに、クリスチャンの学校で聖書の授業を受けているにもかかわらず、はっきりしてないんですね。それぐらいになんかね、やっぱり、わからないっていうところがあったんですね。残念ながらキリスト教は。私はそのクリスチャンの学校に入った時に、私クリスチャンになるかもとか思ってたぐらいなんですけれどもね。今、お正月なんですね、日本はね、まだ。で、お正月っていうと、みんな、人混みにもかかわらず、神社に行くんですね。行きたがるんですね。行って、お賽銭を入れて、ガラガラとか金を振ったりなんかして、こう、拝むわけなんです。交尾を垂れて、拝む一瞬。この一瞬って、私は昔からすごいピュアで、なんか美しくて、本当に人の汚れとか何もない気持ちがこう現れているようで、この気持ちは本当だなっていうふうにはすごい思ってたんですね。なんだかはわからないけれども、みんな何かに向かって自分を投げ出してる。その神社のこう扉の向こうに何があるかとかそういうことじゃないんですね。で、拝んでる人も何に拝んでるかっていうのははっきりはしてないんだけれども、その気持ちだけははっきりしてるんですね。すがってる気持ち、頼ってる気持ち。これって何だろうっていうのがあったんですね。私自身もそういうもちろん気持ちはありましたし。その気持ち、私もみんなも何に向かっているのっていうのをすごい知りたくなってきていたんですね。それでいろいろ見たわけなんですけれども、で、私の場合は、イスラムに出会ったのはイギリスなんです。イギリスに英語を勉強に少し行きました。地元の英語学校に入ったんですね。で、そうするとそこに、サウジアラビアの留学生がたくさんいたんですね。若い男の子たち。残念ながら男の子たちなのであまり交流はなかったんですけれども、
私の日本人の友達が彼らと仲良くって、一緒によく遊びに行っていたのを聞くと、まあね、イギリスといえばパブなので、楽しく毎晩パブに行っていたみたいなんですね。まあそういったことから、素晴らしいイスラム教徒たちではなかったんじゃないかなと思うんですね。イギリスに行く前に、ちょうど旅行の本を読んでいて、ヨーロッパのバックパッカーの本を読んだんですね。で、その頃は、まあ、バックパッカー流行りというか走りかな。で、その人が書いてるには、アラブ人を見たら泥棒と思えっていうその章があるんですね。で、なんだそれはと読んだんですけれども、とにかく、まあ彼のそのバックパックで世界一周した経験によると、アラブ人はけしからんと。アラブ人と見たらみんな泥棒と思った方がいいって書いてあるんですね。で、それはすごいなぁと思って。で、そうしてイギリスに行くとクラスにそのアラブ人が目の前にいるわけなんです。で、ああ、これがアラブ人かと思って、まあ興味を持って見ていたんですけれども、まあ泥棒ではなかったですけれども、みんなどちらかっていうと裕福なサウジの子たちだったので、ただ、面白いなとは思いましたね。なんか雰囲気が違う、アジア人でもないし、ヨーロッパ人でもないし、なんかそうですね、独特のリズムがあるっていうか、チャラチャラしてるとも言えるし、なんかこう、楽しくゆるーく生きてるような感じには見えたんですね。まあ勝手に思い込んでるだけなのかもしれないですけど、なんかこう、ゆったりした人たちだなっていう感じがあって。ただ、なんかすごいイスラムを全面的に出してるような人たちではありませんでしたね、全然。まあそもそも女の子がいなかったので、で、クラスで、まあいろんな話題について話したりするわけなんですけれども、私はそもそも興味があるので、そのイスラムのことを知りたくて、で、そうですね、結構やっぱり、今もそうなんじゃないかなと思うんですけども、私のホームステイ先のそのイギリス人の、オーナーですね。オーナーの奥様とかも、結構アラブ人嫌いなんですね。で、その理由っていうのが、彼らはイスラム教徒だから、いろいろ食べられないものがあって、以前うちにホームステイしてもらった時は大変だったのよ、みたいな。まあ、それはいいんですけども、なんかそこからやっぱりこう、ちょっとこう、思い込みというか偏見というか、彼らはこうなのよ、ああなのよっていうことを、なんか吹き込まれて、ああ、そうなのかってこちらも知らないので、そういうふうに感じてはいたんですよね。で、そういった多分、感覚もあったからだとは思うんですけれども、あと、それと、こう、いろいろ聞きかじったイスラムのアイディア、まあ、いわゆる典型的なイスラムに対するアイデアですよね。でそれを持っていて、私はクラスの中で、質問をいろいろするんですね、彼らに。で、彼らは、まあ、日頃、普通の生活をしているにもかかわらず、イスラムではこうだっていうことをまあ言うわけなんですよね。で、それを聞いて私はこう一生懸命こう質問し、あるいは戦いを挑むんですね。でも、実際はあなたはこうじゃないですか。実際は、まあ、よくある話ですよね。女性はこう、虐げられていて、こうでって言って、こう、まあ、つつくわけですよね。イスラムを攻撃するわけなんです。で、残念なことに、いっぱいアラブ人いたんですけれども、私を反駁できる人が誰一人もいなかったんですね、その時。